先日60歳の誕生日を迎え、記念に何かに挑戦したくなりました。そこでコーストトゥコーストに挑戦することにしました。自転車で太平洋から日本海まで走破するチャレンジです。葛西臨海公園まで臨行して太平洋の水を採取しました。これを新潟県直江津の海岸まで持っていきます。距離は約320キロ、獲得標高は2040メートルです。若い人は1日で行っちゃうみたいですが、さすがにそれは絶対に無理なので、私は3日間かけていきます。それでも1日平均100キロ以上走らなければなりません。しかも2000メートル以上登るのです。本当に行けるのか自信はなく、行けるとこまで行ってみようという感じでした。9時頃出発し、まずは荒川サイクリングロードを北上します。船堀橋で右岸に移りました。この辺りではまだ疲れもなく、気持ちよく走っています。都民の憩いの場所という感じですね。スタートから24キロ地点、岩淵水門です。新荒川大橋で荒川を渡って荒川サイクリングロードに別れを告げます。この後はしばらく都市部をひたすら走ることになります。この辺りは平地なので、この日のうちに120キロ地点の高崎までは走りたいところです。しかし信号は多いし、車にも気を使うので疲れは倍増します。走ってて楽しくないし、70キロ以上走って疲労もたまり、もうやめたくなってきました。この挑戦やめちゃおうかなと本気で思いました。5時半ごろ、80キロ地点のマクドナルドで長めの休憩を取りました。この休憩で体力が蘇り、スイスイ走れるようになりました。ある疲れの段階を超えると、時々疲労を感じずに走れる状態になれます。これなら120キロ地点の高崎まで行けそうです。7時ごろ、98キロ地点のラーメン屋で夕食をとりました。美味しいラーメンを食べて体力を回復させます。ここまで来たので、高崎まで走る決意を固め、ホテルを予約しました。110キロ地点、鳥川を渡ります。高崎市内に入りました。9時15分、121キロを走り切り、高崎に到達しました。走行時間は9時間7分、経過時間は12時間5分もかかりました。4年前は走行時間10時間43分で200キロ走れてましたから、やはり60歳になって体力は落ちてます。2日目は最高の天気でした。4月末の暑くも寒くもないちょうどいい気温です。8時半ごろ出発。この日は最大の難所、碓氷峠を越えていきます。序盤は碓氷川沿いのサイクリングロードを気持ちよく走ります。
国道18号線に入りました。隣に見えてるのは信越本線です。だんだん山道っぽくなってきました。いよいよ峠が迫ってきています。峠に入る前の最後のコンビニで休憩を取ります。行動食とドリンクも補給しました。急中山道を行きます。本格的な峠を前にフロントギアをインナーに切り替えました。薄い峠に突入。カーブに番号が付けられています。全部で184のカーブがあります。薄い峠のスペックは距離 13.1 キロ、獲得標高520メートル、平均勾配 3.8%。単体ではそこまできつい峠ではないですが、昨日の疲労が残っているので辛そうです。1時6分、150キロ地点、眼鏡橋に到着。1891年、明治24年着工、鉄道用の4連や地橋。1963年、昭和38年まで使われていました。上まで登ってみます。秋田の道という遊歩道の一部になってます。こう歩くのも面白そう。海鮮ウォークの人たちも楽しそう。ぜひまた来たいです。さて、峠に戻ります。疲れてしまい、歩いています。まだ104カーブか、あと80カーブもあると思うと絶望的な気分。一番軽いギアだと遅すぎるので歩いた方がましい。乗ったり歩いたりの繰り返しで少しずつ進みます。後半は割となだらかで楽になりました。薄い峠、登りきりました。軽井沢に来たぜ。3時半でようやく昼食休憩。一瞬廃墟かと思ってしまった。美味しいパスタを食べました。あとは下り基調だし、240キロ地点の長野までは走りたい。
下り基調が続いたせいか、ハンドルを持つ手が痛くなってきました。やはりパッド入りのグローブを持ってくればよかった。持ち方を変えたりして、なんとか痛みに耐えます。腕出しに入りました。日が暮れてしまい、この日も夜間走行になりました。7時ごろ、198キロ地点、上田駅に到着。上田城でイベントをやってました。平和な国、日本は素晴らしい。今日の夕食もラーメン。ノンアルコールビールです。ここのラーメンもうまかった。長野まであと56キロ。夜の18号線を激走します。10時56分、長野に到着しました。2日目の走行距離は122キロ、獲得標高1172メートル。走行時間は11時間19分、経過時間は14時間42分。1日目と合わせて244キロを走破、残り73キロまで来ました。3日目は朝から雨。小闇になった10時頃スタートしました。さあ、あと73キロ。また雨が降ってきた。しかも上り坂。薄い峠を越えたらあとはずっと下りと思っていたのですが、甘かったです。妙高高原を越える必要があるので、長野から636メートルも登らないと日本海に出られないのです。本降りになってきました。登りもきついし、結構辛いです。坂中トンネルを抜けていきます。雨の中を激走していきます。1時ごろ、252キロ地点の手打ちそば屋で昼食休憩。天ぷらそば、最高でした。飯綱町の眺め、素晴らしい。この後も止みそうで止まない雨と、時々襲ってくる上り坂に苦しめられます。2時46分、266キロ地点、新越大橋スカイブリッジ。新潟県に突入します。下を流れるのは関川です。雨も上がり、平地になって快適に走ります。コンビニで休憩します。雨の走行で自転車は泥だらけになりました。
さすが米どころ新潟、広大な水田が広がっていました。いよいよ日本海、ゴールが近づいてきました。海岸道路に出ました。船見公園をゴールとします。5時45分、船見公園に到着。ついに日本海に到達。そして太平洋で汲んだ水を日本海に流します。やりますよ。コースト2コーストの達成です。60歳の挑戦は終わりました。何とも言えない達成感を味わうことができました。俺もまだまだやれるという自信にもなりました。3日目の走行距離は73キロ、獲得標高は636メートル。走行時間は5時間54分、経過時間は8時間7分。3日間合計での走行距離は317キロ、獲得標高は2040メートル。走行時間は26時間20分、経過時間は34時間54分。直江津駅から臨港で帰宅しました。最後までご視聴誠にありがとうございました。